10人の住人。第1話。車で来るまで。彼女が車で来るまで待っているのは面倒だった。朝、小さな虫が舞っている道を歩いていると、不意に電話が鳴って、僕は朝のシャツのポケットからスマホを取り出した。無視しようとしたけど、気になってしまったからだ。もしもし。もしもし、通る？あ、サイズは通るで。未知の相手を期待したが、やはり彼女だった。僕はコーヒーじゃない。もう電話に電話。ごめんごめん。今スタバなんだけど、そっちに車で迎えに行くよ。僕はため息をついた。杖をついた老人が目の前を通り過ぎ、僕は同時に目の奥に痛みを感じた。どれぐらいかかるの？今まだ今にいるから時間かかると思うよ。まず1に僕は今、とにかくその位置にいて、すぐ行くから車で来るまで待ってて。彼女はどうしてもこちらに来たいようだった。そうか、わかった。僕は彼女に押されて、いつものように結局折れた。20歳の自分、僕は自分でアパートを借りて草加に住んでいた。あれから日本もいろいろ変わったけど、僕の部屋の歯ブラシは2本のままだ。3ヶ月前のよく晴れた日、解消がないと言われて、突然彼女に婚約を解消されてしまった。その日は一日泣くのをやめることができなかった。やめる心とカエルのように腫れたまぶた。彼女の心を変えることができないと分かっていても、彼女への思いの日がなくなることはなかったし、一人で家に帰るのは辛かった。きっかけは、久しぶりに彼女の手料理を食べたことだった。残業させられた上に、夜に寄るつもりだったレストランが休みだったので、僕は上に負けて家に帰った。赤い赤のこびりついたバスタブでシャワーを浴びて、部屋に戻った僕は唖然とした。彼女はこんもりと皿に盛られた餃子に、さらに餃子を積み重ねていた。異常な量だった。それ以上乗せない方がいいよ。僕は床に置いてある自転の山をどけて座ると、早速箸で餃子をつまんで、醤油皿に入った黒い液体に浸し、口に頬張った。この時点で気づけばよかったのだが、時すでに遅し。うわ、まずっ。酢が嫌いだったこともあって、つい酢が出てしまった。彼女は酢だけをかけて餃子を食べることも多く、この日彼女は僕の醤油皿に酢を入れていた。何をせっかく作ってあげたのに。テーブルの端で僕を見ていた彼女は少し苛立った表情でそう言った。慌てて取り繕ろうとして僕は下手な言い訳をした。皿がダメだな。いつも自分が使っている醤油皿について言ったつもりだったが、この時の言葉を僕はとても後悔した。それを聞いて彼女はとても悲壮な顔をした。私のどこがダメなのよ。近くの橋で行われていた工事の音が止んで、僕たちの間をしばし沈黙が埋めた。いやいや、君のことじゃないよ。君がこの皿を使おうと思ってたんだろ？もういい。徹なんて大嫌い。我慢の限界を超えたのか、彼女は声を荒げて叫んだ。明日から別居するわ。私たちはもう終わりよ。この解消なし。急に地殻変動が起きて、エレベーターみたく床が下降していくように感じた。彼女は赤のスカートを翻し、乱暴にバタンと戸を閉めてアパートから出て行った。待ってよ。餃子には絶対塩麹だって。酢なんてかけていいわけないだろう。愛用の塩麹を片手に僕は一人取り残された。頭の中で麹を漢字で書こうと思ったが、漢字点なんて見たくもなかった。デジタル時計の数字が9になり、静かな部屋にアラームだけが鳴り響いた。進撃の刃の次巻が発売される頃、友達のゆかが浩二と尾張に旅行しに行くというので、僕たちも一緒に行った。昨日の敵は今日の友とでも言うのか、時間とともに傷も癒えていった。一応機能はしているが、つかず離れずの微妙な関係。僕は意地になって現状を維持しようとしていた。国会議員が延べ100万円分の汚職事件を賄賂として受け取ったことが問題になった汚職事件で、調べに対して被告は、クルーズ船で航海を航海中、ケーキ漬けにケーキを食べようと思ったが金が足りなかった。今は後悔している、などと述べ、顰蹙を買いました。彼は近日中に公開の場で処刑される予定です。では、次のニュースです。二審の裁判は二審に持ち越され、いつものようにカーラジオが政治に関するニュースを垂れ流していた。車の助手席で、僕は熱いコーヒーを片手に熱い辞書を読んでいた。当時、もうすぐ冬至だったこともあって、エアコンをかけても寒かった。ちゃんと食べてる？もちろん、まあ買ってるけど。誠治が庭で2羽鶏飼ってるらしいんだけど、
さすがにそれは無理か。動物なんかより植物の方が楽さ。聖樹の葉を買ってると、なんだか飼ってる気分になるんだ。それって進撃の刃の秋田くんみたいじゃない？その話はもう飽きた。そろそろ違うアニメが見たい。彼女が今期のアニメについて根気よく話を続けていると、山道に入った。落差の激しい地形のせいで、車が大きく揺れた。僕はコーヒーを一気に飲み干すと、座席にしがみついた。機長、この飛行機はもうダメです。自身の死を前に詩を読む自信はなく、ユーモアのセンスが足りなくてこんなことしか言えなかった。彼女が前を見ずに走っていたせいで、水たまりの水に突っ込んだ。僕は歯を食いしばって衝撃に耐えた。墜落して死ぬのも貴重な体験かもよ。彼女の強がりでしかない笑顔を見届けて、地震のような揺れに僕は目を閉じた。変な書体で神の啓示と書かれた紙の貼ってある市の掲示板の前で、刑事は顔をしかめてタバコを吸っていた。困りますよ、こんなこと呼び出されたんじゃ。はい、すみません。まあ、こんな田舎じゃでかい事件もないし、うちらでかも暇っちゃ暇だけど。彼女はしきりに髪の毛をいじりながら、刑事に頭を下げていた。事故を起こして慌てた彼女が警察に電話をしてしまったのだった。15分ほど経ってパトカーで駆けつけた刑事は刑事と名乗った。辺りを木の根が覆い尽くしているような木の多い山の中で、僕たち3人はレッカー車が来るのを待っていた。どうよ、君ら付き合ってんの？刑事さんは出し抜けにプライベートなことを尋ねた。僕は苦笑した。所帯を持とうと思ったんですけど、ちょっとしたことで喧嘩になって。解消がないって言われて振られちゃって。それで婚約解消って。僕はパチンコで何十万も吸ってしまったのと同じぐらい陰鬱な気持ちで、さっき木に衝突した時にグローブボックスから飛び出した扇子を手でいじりながら答えた。恨みの根が深いな。大事は生じより起こるって言うだろ。許すことも大事だぞ。天下一のモテ男の刑事様が言うんだから間違いない。僕のことを気にかけてくれたのか。刑事さんはニヒルな笑みを浮かべてアドバイスをした。にしても彼女さん日本語うまいね。もう日本長いんで。伊豆諸島で初等教育を受けたんです。なるほどな。故障した車の前でずっと立ち話をしていて体が冷えてきたからだと思うが、胡椒をかけられたみたく、サラが派手なくしゃみをした。